人間や生物の設計図 DNA、それは偶然の積み重ねで生まれたものなのでしょうか。それとも DNA 自体が誰かによって作られたものであったとしたら、そんなことはあり得るのでしょうか。そんな存在がいるとしたら、神、あるいは創造主と呼ばれる存在かもしれません。真理の座標へようこそ。このチャンネルでは、この世界の真理を無数の軸方向から探求しています。この世界の真理に到達したい、自分の人生観を変えたいと思ったそこのあなたは、忘れないうちにチャンネル登録をよろしくお願いします。科学者たちは生命の起源を解明しようと試みていますが、生命の設計図的役割を果たす DNA が持つ驚異的な情報量は、未だに解けない謎として残されています。一方で、宗教は生命の起源の謎に対し、創造主という答えを示し、宇宙人の証言やチャネリングの視点からは、また別の形で神の正体が語られています。この動画では、科学と哲学、そしてスピリチュアルな視点を交差させ、神や創造主の正体に迫ります。最後には、驚くべき結論が待っています。ぜひ最後の真理までお付き合いください。DNA の驚異的な情報量と生命の起源。DNA は生命の設計図として知られていますが、その膨大な情報量と構造の複雑さは驚異的です。この章では、科学が解明しきれていない DNA の謎を探ります。DNA は4種類の塩基、ATCG の配列からなり、生命を維持するための設計図として機能します。人間の DNA には約30億文字分もの情報が含まれ、その情報量は 1g の DNA で約215ペタバイト。膨大なデータ量に匹敵します。科学はこの情報がどのように誕生したのかを解明しようとしてきましたが、現時点では自然淘汰や突然変異だけでこの情報の起源を説明するのは困難とされています。生命の起源について、科学は化学進化説や RNA ワールド仮説を提示しています。化学進化説では、原始地球の環境で無機物が有機物に進化し、やがて生命が誕生したとされます。一方、RNA ワールド仮説では、RNA 分子が生命の基盤として機能し始めた可能性が議論されています。しかし、これらの仮説も DNA が持つような膨大な情報量の起源を完全には説明できていません。情報理論では、情報は常に情報源を持つとされています。この視点に立つと、DNA に含まれる情報が偶然の積み重ねだけで生まれたとは考えにくいのです。むしろ、何らかの意図や設計によって生み出されたと考える余地があります。この設計図を生み出した存在、それが創造主と呼ばれるものなのでしょうか。次に、宗教が語る創造主の姿に目を向けてみましょう。宗教的観点で見る神の正体。宗教は古代から創造主の存在を語り継いできました。この章では、宗教的な神の特徴を分析し、DNA の起源との関連性を考察します。多くの宗教では、神は全能で超越的な存在として書かれます。例えば、キリスト教の創世記には光あれと神が命じ、宇宙が始まったとされています。この記述は、宇宙が一点から膨張したとするビッグバン理論と驚くほど一致しています。また、ユダヤ教やイスラム教では、神が意図的に生命を設計したとされています。このように、宗教的な神話は、宇宙や生命が偶然ではなく意図的に作られたと主張しています。宗教における神の特徴として、
秩序をもたらす存在である点が挙げられます。DNA も驚異的な秩序を備えています。科学がこの秩序を完全に説明できない中、宗教はこの秩序を与えたのは神であると述べています。さらに、聖書の神の言葉が世界を形作ったという表現は、DNA の情報性と関連づけることができます。ただし、宗教的な視点は信仰に基づくため、科学的な証明には至りません。それでも、宗教が語る創造主像は、科学が説明できない領域であり、生命の情報がどのように誕生したのかを補完する仮説として大変興味深いものです。次からは都市伝説的な要素が強くなりますが、宇宙人の証言がこの謎にどのような視点を加えるのかを探ります。宇宙人の証言が語る創造主。宇宙人の存在を信じる人々は彼らが創造主の秘密を知っていると語ります。古代の神話や現代の UFO コンタクトにおける証言から神の正体を探ります。古代神話には創造主に関与したとされる宇宙人の話が数多く残されています。シュメール文明のアヌンナキはその代表例であり、地球外から訪れた存在が人類を意図的に創造したとされる古代宇宙飛行施設の中核を成します。古代エジプトやマヤ文明の記録にも空から降り立った神々が記されており、彼らが生命や知識を与えたと伝えられています。これらの話は、創造主が単なる神話の存在ではなく、地球外から訪れた知的生命体である可能性を示唆しています。現代の UFO コンタクトでは、宇宙人が語る創造主の姿がさらに具体化されています。例えば、創造主は宇宙の法則を司る存在であり、人格的な神ではなく、宇宙そのものに宿る普遍的な知性であるとする証言があります。さらに彼らは生命の設計は偶然ではなく、調和と秩序を生み出す意図的な仕組みであるとも語ります。これにより、宇宙人の視点から見た創造主は、宗教的な神話と共通する部分を持ちながらも、より抽象的な存在として書かれています。宇宙人の証言には、宗教の創造主像と一致する点が多くあります。特に、生命が意図的にデザインされたという考え方は共通しています。一方、宗教的な創造主が人格的で感情を持つ存在とされるのに対し、宇宙人の証言では創造主は宇宙そのものと一体化した抽象的な存在です。この違いは、科学的な視点や物理法則を基盤にした宇宙人の考え方によるものかもしれません。次は、チャネリングという、こちらも都市伝説的な不思議な現象由来の証言が、どのように創造主の謎を深めるのかを探っていきます。チャネリングの証言が示す創造主。チャネリングとは、目に見えない存在と交信する行為です。この章では、チャネリングで語られる創造主の姿を探り、宗教や宇宙人の証言との共通点を考察します。チャネリングの分野では、創造主は普遍的な意識や宇宙全体を貫く知性として書かれます。例えば、バシャールと呼ばれる存在を通じたメッセージでは、創造主はすべての存在の基盤であり、個別の人格ではなく、エネルギーや意識の集合体であると語られています。また、セスと呼ばれる存在によるメッセージでは、現実そのものが意識の投影であり、創造主は無限の意識そのものであるとされています。チャネリングの証言では、創造主は時間や空間を超越した存在として書かれます。これは、宗教的な神や宇宙人が語る創造主像と共通する部分です。しかし、
チャネリングで語られる創造主には全ての意識とつながっているという特徴が強調されます。さらに、創造主は物理的な存在ではなく、宇宙全体を支える見えない仕組みとして書かれています。これは DNA に含まれる情報が偶然ではなく、意図的な仕組みの一部であるという考えを補完するものです。興味深いのは、チャネリングでは私たち一人一人が創造主の一部であると語られる点です。これは宗教で語られる神が私たちを作ったという視点を逆転させる考え方です。つまり、私たちは創造主の表現の一部であり、その意識の拡張に過ぎないという視点です。この考え方は、DNA に秘められた膨大な情報量が創造主の意識の一部であると解釈する余地を提供します。ここからは、これまでの複数の視点の一致点と相違点を考えます。宗教、宇宙人、チャネリング。それぞれが語る創造主の姿を振り返り、共通する特徴や異なる点を整理します。これにより、創造主の正体に迫ります。3つの視点にはいくつかの共通点があります。第一に、すべての視点で創造主が宇宙全体を司る存在として描かれることです。宗教では人格的な神、宇宙人の証言では法則を司る知性、チャネリングでは普遍的な意識として語られています。これらは創造主が単なる人格ではなく、宇宙全体を包括する存在であることを示唆しています。一方で、相違点もあります。宗教的視点では、創造主は人格を持つ存在であり、人間との関係性を重視します。一方、宇宙人やチャネリングでは、創造主は物理的な存在ではなく、法則や意識として抽象的に書かれます。また、チャネリングでは創造主は私たち自身と一体化しているという独特の視点が強調されます。この違いは、それぞれの視点が焦点を当てる範囲の違いによるものと言えます。3つの視点を比較することで、創造主が科学、哲学、スピリチュアルな領域で、一貫したテーマとして議論できる普遍的な存在である可能性が浮かび上がります。これまでの考察を通じて浮かび上がるのは、神や創造主の正体が宇宙そのもの、または普遍的な意識である可能性です。今回の動画で明らかになったのは、宗教、宇宙人、チャネリングという異なる視点が、創造主を普遍的な意識や宇宙全体に宿る情報として書いているという点です。DNA に刻まれた膨大な情報量、宇宙の秩序を支える物理法則、そして私たち一人一人の意識。これらが全てつながり、宇宙全体が一つの意識的なシステムとして存在しているようにも思えます。この視点は、前回の動画で触れたこの世界は情報と意識によって形作られているという結論とも深く関連してきます。さらに、今回の考察では、創造主が単なる超越的存在ではなく、宇宙そのものやその背後にある意識的ネットワークである可能性を示しました。もしアカシックレコードのようなものが実在するなら、私たちが経験するすべてが、この宇宙の情報ネットワークに貢献しているとも言えます。そして、この情報の蓄積や意識の働きが創造主としての役割を果たしているのかもしれません。私たちは創造主の一部であり、その意識の拡張に寄与しているのです。前回の動画の結論も含めて考えると、この世界は情報と意識から構成されており、その世界を作った神や創造主の正体は情報と意識ではないかというのがこの動画の結論となります。別の視点で言えば、情報と意識はこの世界ができる前から存在していたということになるかもしれません。
この結論はあくまで考察に過ぎませんが、最後まで見ていただいた皆さんは世界の真理と神の正体に近づくことができたのではないでしょうか。今回の考察を通じてどのように感じたか、あなたの考えや感想、そして不思議な体験談をコメント欄でシェアしてみてください。次回の動画では、情報や意識と結論付けた神や宇宙人などの高度な存在が歴史に干渉した痕跡を探っていきます。このチャンネルと一緒に世界の真理を探求していきたいと思っていただけた方は、チャンネル登録、高評価または低評価をよろしくお願いします。さらに、絶対に見逃せないと思っていただけた方は、ベルマークボタンから全てを選んでいただくと、次の動画が公開された段階で通知が行くようになります。今後も動画を作り続けるには、視聴者の皆さんのご協力が不可欠です。何卒よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。